さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは日本では1月5日から劇場公開されているこの作品、エクスペンダブルズニューブラッド。歴代のアクションスターが集結する人気シリーズエクスペンダブルズの第4弾。バーニー・ロス率いる最強の傭兵軍団エクスペンダブルズは CIA の依頼でテロリストが所有する核兵器を奪還するという危険な任務に挑むが、チーム最大の危機が訪れる。シルベスター・スタローン、ジェイソン・セイサム、ドルフ・ラングレン、ランディ・クートワといったおなじみの面々に加え、ミーガン・フォックス、トニー・ジャー、イコ・ウワイス、カーティス・50セント・ジャクソン、アンディ・ガルシアなどが出演しております。監督を務めたのはネイビーシリーズニード・フォー・スピードなどのスコット・ウォーさん。かつてねネイビーシリーズ扱った時はスコット・ワウさんっていう風にね日本で表記されていましたが、スコット・ウォーさんです。というところで、このね、エクスペンダブルズニューブラッド、エクスペンダブルズ4見たよというリスナーの皆さんからメールいただいております。ウォッチメンからね、監視報告、メールの量は普通、まあね、まあ年始早々ですしね、まあそんな感じかなって気もしますけども、賛否の比率は褒める意見が4割、4割もありがとうございます。主な褒める意見は、お正月映画らしい対策感があっていろいろと至らない点は多いがシリーズファンとしては満足などございました。一方否定的な意見は、ステイサムの活躍だけが目立ちオールスター映画になっていない、シリーズのファンとしてはがっかり、アクションシーンでの CG 対応はいかがなものかなどございました。代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネームマカママレードさんです。エクスペンダブルズニューブラッド見てきました。上映時間103分という最近の映画にしてはタイトな作りの中に豪華スターの共演やド迫力のアクションシーン、小気味良い会話など見せ場がたっぷりと入っている改作でした。まずキャスト、シリーズおなじみの面々が見せる安定感に加えて、本作で初登場となるミーガン・フォックス、50セント、トニー・ジャー、ジェイコブ・スキピオ、レビー・トラン、アンディ・ガルシアらもエクスペンダブルズの一員として全く違和感のない暴れっぷりが大満足です。ジェイコブ・スキピオさん、あれか、あれのね息子役ね、バンデラスの息子役で同じくめちゃくちゃおしゃべりっていうね。てかしょうもないワイダンにしてもねこのコピーがさ、このパンフについてる多分ギンティさんとかつけてるコピーなのかな、地獄のワイ男子っていうコピーが良かったですけどね。違和感のない暴れっぷりで大満足です。埋もれてしまう登場人物がなく、それぞれのキャラの特徴がはっきりしていて見せ場がきちんと用意されているのも高得点です。悪役のイコ・ウワイスも圧倒的な残虐さと強さを冒頭から見せつけてエクスペンダブルズの敵として不足がありませんでした。キャラクターごとのスピンオフ作品も見たくなりました。アクションシーンは全体的に役者の近くで自由に動き回るカメラワークが印象的で、各シーンの臨場感を高めていたと思います。特に印象に残ったアクションは戦場で繰り広げられるバイクチェイスです。スタントバイクの第一人者というロビー・マディソンが演じたジャンプスタントには度肝を抜かれましたとね。最近なんかジェイソン・ステイさんも水上バイクもありましたけどね、ちょっとねメグ・ザ・モンスターバイクばっか乗ってんなって感じもちょっとしなくもないけど、そしてシリーズのファンにとってはおなじみのバーニー・ロスとリー・クリスマスの微笑ましいジョークの応酬や、罵り合いながらも強い絆を感じるクリスマスとジーナの激しいやり取りなども見ているだけで楽しくなる魅力的なものでした。またパンフレットもね、先ほどから私も言っている劇場パンフ、これを楽しく読むために映画を見る価値があると言っても過言ではないほど本当に読み応えがありました。映画を見た人が絶対に買うべきだと思います。とにかく派手で豪華、見終わった時はなんだかめでたい気分になっているお正月映画と呼ぶにふさわしい対策だったのではないでしょうか。この調子でずっとシリーズが続いてほしいという、マカママレードさんです。確かにずっと繰り返し言っておりますが、劇場で販売されているパンフはエクスペンダブルズシリーズ非常に充実しておりまして、ギンティ小林さんとかはじめ、いわゆる旧映画秘宝的なね、感じの紙面構成ですごく読み応えもあるし、ある意味エクスペンダブルズシリーズ4も含めてこうやって楽しむんだっていうのをある意味角度をこう教えてくれてるようなところもある気がしますよね。はい、ということでマカマレーダさんありがとうございます。あとですね、ちょっと皆さんそれぞれにね面白いんでね、ラジオネーム3年目看護師さん、前作から待ちになった約10年ぶりの最新作、正直かなりスケールダウンした感じは否めませんが、予告編の時点で覚悟はしていたのでそれなりに楽しめました。キャストがねちょっと多少ちょっと地味になってるけど、何より僕はエクスペンダブルズ4にミーガン・フォックスがキャスティングされたというニュースを聞いた時に思わず膝を打ちました。ジャイソン・ステイムス様演じるクリスマスのなんていうか多少パートナー恋仲でもありつつ、エクスペンダブルズの新リーダーみたいなね、初期トランスフォーマーシリーズなど今となっては一昔前のハリウッドアクション超大作で活躍。マイケル・ベイとね仲悪かったんでね、一方でお騒がせキャラ的なニュースが報じられたり、本人もメンタル面での悩みを打ち明けているなど人間臭さもある役者さんだという印象です。これってエクスペンダブルズ俳優の条件を完全に満たしていますよね。確かに一時期キャリアが落ち込んだりした人っていうのは確かにね、ハリウッドの酸いも甘いも経験してきただろう彼女が、新生エクスペンダブルズのリーダーとしてチームを仕切っている頼もしい姿に、小学生の頃にトランスフォーマーに夢中になった僕としては思わず目頭が熱くなりました。僕は現在27歳なので、子供の頃にリアルタイムで見ていた銀幕のスターがエクスペンダブルズでカムバックするという経験を今回初めてすることができました。なるほどそうか、スタローンだ
なんだシュワルツェネッガーだっていうんじゃなくてね、確かにミーガン・フォックスこそがそういう本当に復活組だっていう物足りなさも大いになる作品ですが、ラストの不謹慎なオチも含めてエクスペらしくて微笑ましい作品だったと思います。続編作ってくれという。なるほどねという。あとねこれちょっと部分的に紹介します。のりふじ X さんは僕の感想は堂々たるダ作、めちゃくちゃ面白い失敗作といったところですと。だから褒めてるっていうよりは面白がってる感じなんだけど、とにかく話の流れが雑です。これすごいいいんだけど、一例を挙げると序盤の新メンバーが登場する場面で、あいつは誰だ、あいつは新人の誰それだ、あいつは誰だ、あいつは誰それの息子だ、あいつは誰だ、あいつは CIA の誰それだって映画下手か特にさスタローンがあいつ誰だ、お前ボケたのか、お前あいつだよみたいなさ、当然知ってて叱るべき人のことまで聞いているとかさ、あれよかったよね。はいということでドリフジ X さん、そういうところもねちょっとダメだなと思いながら楽しんでるみたいな感じですかね。一歩ダメだった方ご紹介しましょう。ラジオネームポテローさん、エクスペンダブルズニューブラッドシリーズの過去3作については歌村さんの表と合わせて楽しく見てきた立場ではあるのですが、今回の4作目鑑賞中に頭の中を駆け巡った言葉は残りかす、絞り汁、往生際の悪さといったものばかりでした。作り手たちは何をモチベーションとしてこの作品を完成させたのでしょうか。アジア系キャストの活躍、マシンガン付きバイク、大味にも程がある愉快なストーリーなど見どころはたくさんあったのですが、それらの土台となるおじさんたちの熱や脂っこさが不足しているように思えてならないのです。まさにそれがエクスペンダブルズだろうと。豪華キャスト間の減退、 CG の多さなどもその理由だと感じます。歴史の中で形骸化しきったお祭りのような濃いめの爆盛り豚骨ラーメンを食べに行ったのにコンビニの豚ラーメンが出されたようななんとも拍子抜けな作品でした。あとねバンダムさんもエクスペンダブルズニューブラッド計10回見てきました。で感想はジェイソン・セイサム主演アクション映画としてはそれなりには面白かったですが、エクスペンダブルズシリーズ最新作としてはダントツで、ワーストの出来だと思いましたみたいなね、コメディ的にこう全体に笑えないみたいなねことも書いていただいてとかね。あとコーラシェイカーさんも、とにかく見てきたんだけど、序盤ステイサムの指相撲見れるの可愛いじゃんと期待したところ肩透かしを食らいました。これは本当だよね。あそこ絶対指相撲をやる流れじゃんね。なんでやんないんだよ。もうスタローンそこまで省エネすんのみたいな、指相撲ぐらいやってよっていうね。でこの方ね、それだけならまだしも体格が大きいことが嬉しい人たちがこんなに素直に低身長をバカにするのかと面食らいました。本当だよね。私自身がタンクなのですが、それほど身長がね高くないということですけども、怒り心頭というわけでもなく大して悲しいでもなく、ただただこれは自分に関係のないパーティーなのだなと思いましたみたいなね書いていただいて、もうすぐ映画終わるよという大爆発の号令もあり、内容を覚えていないことを後悔させない薄汚いジョークも最後にありと配慮の行き届いた作品でしたと皮肉で書いていただいてたりとかね。ありがとうございます。薄汚いジョーク確かそういう言い方もできるかもしれないという。ということで、皆さん本当にメールありがとうございました。でもやっぱりなんかエクスペンダブルズなんていうかな、それを巡るこうけなすにしろ何にせよこうみんななんかそれも含めてねこうキャッキャやってる感じっていうかね、それも含めて祭り感とあるかもしれないですね。皆さんありがとうございました。エクスペンダブルズニューブラッド、私も東宝シネマズ日本橋で2回見てまいりました。入りはぼちぼちといったところかもしれませんがね、アメリカ本国では大ごけしちゃってますけどね。とにかく先に言っときます。やはり劇場パンフですね、123と本当に素晴らしかった。それと全く同じ仕様で、4も出ておりますと、特にこのボックスセットには過去3作のやつしか入ってないんで、俺一回こっちだけ買ったら4が入ってないっつってもう一回映画館戻ってもう一回買ったっていうのがありますけどね。でもなんていうかな、映画館ものとしてのパンフとして、そして読み物としても本当に十分あるということで、先ほども言いましたけど、エクスペンダブルズというそのシリーズをどう楽しむのかという楽しみ方の角度を提示してくれているような素晴らしいパンフだと思いますんで、ぜひぜひこのボックスといいこちらといい、購入をお勧めしたいあたりでございます。ということで、本来は80年代を中心に活躍した、往年の言ってみれば時代遅れと見られてきたようなアクションスターたちの同窓会的な企画だったエクスペンダブルズシリーズ10年ぶりの4作目ということなんですけども、当コーナーでは2010年10月23日にですね、1作目扱いました。もうその時のノートを持ってきたんですけどね、本当にもう自分の書いたノートを見てすごくよく調べてんなみたいなすごい感心したりするんですけども、これシネマハスラー時代ですね。2010年10月23日に1作目、そして、2作目は多分当たってないよね多分ね。最近コーナーの
検索がうまくいかないんでちょっとうまく調べられなかったんですけど、2作目は多分やってなくて、で続くエクスペンダブルズ3ワールドミッションを2014年11月8日にリアルタイムで、表してきたわけですけどもね、このあたりちょっと公式書き起こしが何かあったりするんでね、ネットに転がってるやつをぜひちょっと適当に参考してくださいって感じなんですけども、最初に結論めいたことを言ってしまえば、今回の久しぶりのエクスペンダブルズ、最新作、先ほどのメールの表現僕読んでてあって思いました。僕も同じ表現を思いついたんです。かくして祭りは形骸化したと表現するしかないような、なかなかがっかりする結果になってしまっていると私は思います。だからそのエクスペンダブルズシリーズに寄せる期待値のあり方とか高さの問題もあるんだと思うんですけども、とはいえもちろん祭りは祭りなんでね、形骸化してはいるけど祭りは祭りなんで楽しさが全くないとは言いません。祭りなりの楽しさはありますけども、少なくともですね、その要するに元々のシリーズにあった、これ私の表現ですけども、後継者不足もあって途絶えかけていた伝統の村の祭りを伝説的パイセンたちがよっこらしょと老体に鞭打って大集結、みんなニッコニコでざっくり再現ね、もう昔はねこうやって祭りやってたもんなんだよっていうのをね、大体こんな感じだよみたいな、大体だよっつってね、しかも隣村からね、あと結構遠くの村からみんな集まってね、昔はもうねお互いのこれみこし同士ぶつかりやったねやりやったよなみたいなのがね、先輩たちが集まってきてみたいな、先輩たちすげえっすみたいな、伝説の祭りすげえっす乱暴っすみたいなみたいな感じでね、といった感じで多幸感みたいなものがあったわけですけど、そんな感じの雰囲気はもはやなく、というのは同窓会のはずだったのに、そもそも同窓生たちの多くがもう今回あんま参加してないわけです。ちょっと後ほどその理由の一つも言いますけど、あと普通にあれですよね、年寄りの同窓会って年々出席者必然的に減っていくものよね悲しいけどみたいなね。でその点のスケールダウンは否めない上にですね、根本的な問題として、そもそも僕はやっぱりね、映画としてのそのクオリティという言い方するとちょっと偉そうなんですけど、画面に映る全てがテカしてて安っぽい、とにかくルックが安っぽい、ことが一番の問題だと思います。もちろん安っぽいアクション映画というものはいくらあってもいいんですよ。そうじゃないと午後のロードショーが困りますね。この人がこの年にこんな映画出てんだみたいな、聞いたことねえみたいないっぱいありますね。そういうのはいくらあったっていいんですよね。そういうのがないとご五郎が困っちゃうんだけど、本作一応推定バジェット1億ドルとされている大作で、どこにそんなお金がかかったのっていう感じ。これもどうしてこんな金かかってるのかの推測は後ほどしますけど、はい、ということで、その安っぽさもの方向もね、少なくともエクスペンダブルズとしては大変好ましくない方向の安っぽさなんですよね。どういうことかっていうと、つまり明らかにクオリティが低い、今時ちょっと珍しいレベルでクオリティが低い CG と丸分かりの CG ってことですよね。これはすごくエクスペンダブルズとしては、エクスペンダブルズの中でしょぼいところがあっても CG でしょぼいはエクスペンダブルズとしては非常によろしくないと思うわけです。でね、僕ね、この劇場のそのパンフね、そのギンティさんたちが書いてるような記事じゃなくて、この公式のプロダクションノートにあたるね、公式の資料にあたる部分なんですけども、二度見しちゃった部分があって、これ見出し、本物であることにこだわり抜かれたアクション、映画を飾るダイナミックアクションはエクスペンダブルズの花形だ。この映画に CGI は必要ない。それが我々の共通認識であり哲学だと断言するのは制作のレス・ウェルドンだ。私たちは業界で最高の第二班監督ブライアン・スムルツを雇うことができた。彼はフィジカルなアクションの天才だ。グリーンスクリーンで合成するより時間はかかるが、エクスペンダブルズは本物であることが必要なんだ。俺何度もね、ここ何度も読み返してね、俺なんかちょっと俺が間違ってんの、俺違う映画見たのかなみたいな。 CG は必要、ちょっと CG は間違いないよなみたいな、何度も読み返してしまったんですけど、ただその第二班の監督に頑張っていただいたというのも本当でしょう。でそのことがどういう塩梅になってるか、これも後ほど言いますけどね、そんなことプロデューサー言ってるけど、とにかく CG 丸分かりの CG で非常にクオリティ低い。あとはスタントマンのアクションと完全に乖離して見える、役者陣の寄りの絵、しかも後ろの背景も明らかに合成、ジェイソン・ステイムスさんもそのこの顔の線とかにもうはっきり合成にありがちなこの線とかが見えちゃってるみたいな、要するにここがスタント、より合成みたいな感じで非常に乖離しちゃってて、それがでしかもそれがテカテカと明るくて、なんかそのエクスペンダブルズのパロディーコント見てるみたいな感じ。もっと言えば
ロジャー・ムーア後期の007くらいアクションと役者の絵が乖離して見える。ただロジャー・ムーアのあれはそれがその乖離してるところがユーモアになってたからいいんだけど、エクスペンダブルズの場合はそのもともとね、いい意味で時代遅れな肉体派アクションスターの肉弾アクションの復活ということこそコンセプトの核だったわけでしょ。そこにのこのフランチャイズで CG や合成、あと本人がやってない感がもろに出ちゃったそのなんかその感じみたいなね。それがテカテカチープに妙に明るいテカテカしたチープな画面でほぼ全カットがその調子っていうのはこれ致命的って言っていいと思うんですよ。エクスペンダブルとしてはこれはダメな方向のそのダメさなんですよみたいなね。いい方向のダメさもあるんだよ世の中にはね。でもこれはダメな方向のダメさ。まあもちろんだから全3作がそんな立派な映画だったかっていうとそんなことは全くないね。これはもう自信を持ってます。そんなことは全く、そんな立派な映画では全くない言いますけど、ただその褒められたもんじゃない古臭さっていうのを逆手に取った新鮮さと、さっき言った同窓会的な多幸感というのが特にやっぱり2010年の1作目の時点ではしっかりこれは機能していた。一つには、当時その2010年当時というのは、2006年のロッキー・ザ・ファイナル、そして2007年のランボー最後の戦場と、スタローンが自らの2008かあれスタローン最後の戦場8かもしれないです。スタローンが自らのキャリアを一旦一種こうメタ的に総括して見せるような試みの作品がうまくいってた流れってそれもあって、で、ロッキーも総括した、ランボーも総括した、残るは80年代アクションスター仲間たちのなんていうか仲間たちのやったことの総括でありその復活だみたいな意味があったわけです。でその延長線上に2015年にクリードでの思わぬキャリア再浮上、まさかのアカデミー賞ノミネート再ノミネートってとこまで行ったっていうのがあるわけです。ただですね、それでスタローンねすごい調子よくなってきたってのがあるんだけども、近年はですねまたと言うべきか、この番組では例えば2014年1月18日に扱った、大脱出ね、これ大脱出というのは、エクスペンダブルズが同窓会だとするならな、そこからシュワルツェネッガーとスタローンだけちょっと差しでデートしようぜっつって、抜け駆けのデートをしたという、これが大脱出なわけですけども、その抜け駆けのデートって良さがあったのが大脱出なのに、続く大脱出2、これ2019年4月12日にやりました。あるいは大脱出3、2019年10月4日、同じ年にね日本では公開され、これどちらも公式書き起こし非常に愉快に読めますんでね、私も読み返して爆笑してしまいましたけど、大脱出2と大脱出3ではいきなりそこが抜けたようにチープでへっぽこな B 級 C 級映画になってしまった。だからその感じだと思ってください。大脱出が大脱出2や3になった感じがエクスペンダブルズシリーズが今回のエクスペンダブルズ4になったバランスだと思えばまず間違いないですね。あるいはその大脱出2とか、あとバックトレースっていうね映画みたいにですね、スタローンあんまり出てこない上にほとんど動かない、指相撲さえめんどくさがるみたいなね。バックトレースとかずっとホワイトボードの前にいますからね、これね、省エネ出社スタイルっていうね、みたいなものも含めですね、要はなかなかがっかりさせられることも多くなってきたスタローン一応主演作、今回のエクスペンダブルズ4も残念ながらそういう流れの先に出てきたものではあるんですね。だからここのところのスタローンの新作見てるとなんか最近の感じだなっていう感じもするわけです。最も本作に関してはですね、スタローン自身途中でプロジェクトから一旦抜けたりして、そもそもその制作過程全体がすごくゴタゴタしてたんですね。で多分その制作費1億ドルもかかっちゃったのはここから言うちょっとしたゴタゴタの期間が長かったっていうことが大きいのではないかというふうに思います。ちなみにスタローンという人は自分の過去作の反省をちょっとどうかと思うぐらいのスピード感ではっきり口に出す人でして、大脱出2がこれから日本で公開されようかというタイミングで、大脱出3楽しみにしてくれよな、大脱出2あれはひどかったってね、はっきりツイートするような人なんですけども、エクスペンダブルズに関しても、エクスペンダブルズ3が興行成績的にちょっとやや期待外れに終わったというのを受けて、年齢指定がね、要するにその暴力表現を抑えて広く見てもらうために PG-12 にした、あれがもうひどい間違いだったっつって、もう絶対にもう今後はもう絶対にもう R から譲んねえみたいなことを言って、非常に要するにより暴力描写に回帰したエクスペンダブルズやるぞっつって非常に意欲は燃やしていたようなんですが、もう2014年つまり3の直後からスタートしていたこの企画が2017年に最近のスライよくありがちなんだけど、シリーズを続けたいという方向性が他の制作陣と違ったっつって一旦離脱してしまう。だからクリードから離脱するみたいなことで一旦完全に離脱してしまう。ところがエクスペンダブルズシルベスター・スタローン抜きってもうそれ何なんっていうことになるからね、カツ丼のカツ抜きみたいな感じなんで、みんなに説得されて2018年にまた復帰で、2020年には3と同じくパトリック・ヒューズさんが監督するというふうに発表されてたんだけど、ここでコロナが挟んだりなん
かしてですね、いろいろ延期を重ねた結果2011年の8月に、パトリック・ヒューズは降りて今回のスコット・ウォーさんに交代したよっていう発表があって、でいいですか、2021年8月にその発表があって撮影開始は2021年9月29日なんですよ。ほとんど長時間ない上にコロナ禍でもあるという、そういうさまざまな制限があるという非常にこう厳しい条件の中で作られた映画なのは間違いないわけです。あとですね、これちょっとあんまり愉快じゃない話ちょっとするんで覚悟していただきたいんですけど、全3作までシーザーという役を演じていたテリー・クルーズさん、がですね、ハリウッド俳優、ハリウッドの俳優エージェント会社の大物のアダム・ベニットさんという方、この人はスタローンの代理人も務めているんですけども、その人から2016年にセクシャルハラスメントと暴行を受けたというふうに訴え、後からその2017年とかに訴えを起こして、2016年にそういうことが受けたって2017年ぐらいに訴えを起こして、でそれはいろいろこう起訴するしないがいろいろあったりして、結局そのきちんとした、謝罪があってとかいろいろあったんだけど、あんまり満足いく形では決着しないけど、結局そのはっきりした起訴みたいな形には至らないぐらいの感じだったんだけど、ここが問題。エクスペンダブルズのこの本作もプロデューサー、全作品のプロデューサーも務めているアビー・ラーナーさんという方から、その訴えを取り下げないとシリーズに続投させないぞって言われて、でテリー・クルーズは当然のながらと言うべきか、そんなんだったらもうそもそもそんなんもう出演なんかするかよっていう言って、それでこれ出演してないっていうのもあるわけです。これはちょっと本当に愉快じゃない話ですよね。エクスペンダブルズにはもうちょっとそれも含めてなんだかなっていう事情があったりするわけです。でそんなマイナス条件だらけの中監督を引き受けた、スコット・ボーさんという方で、これね、スコット・ボーさんこんな映画に仕上がっちゃったから、海外のいろんな感想でもね、とにかく監督が悪いと、監督がもうちょっとマシなやつだったらもうちょっとマシになったはずとか言われてんだけど、違うスコット・ボーさん、僕はここでちょっと時間を取って、彼も本来こんな感じの映画を撮ってきた人じゃないんですというスコット・ボーを擁護したいと思います。だってそもそも長編映画デビュー、ネイビーシールズですよ。ネイビーシリーズって、2本ありますけど、新しい方のネイビーシリーズです。このコーナーでは2012年7月14日に取り上げました。同じくスタントマンのマイク・マッコイさんと、当時はスコット・ワウというふうに日本では表記されていたスコット・ボーさんの共同監督による本物のネイビーシリーズ隊員をメインキャストにしたことで話題になった一作ですよね。ということ。ちなみにこの2012年7月14日のネイビーシリーズ表は、僕すごい調べて、他のいろんなプロの人もあんまり調べきってないようなところまで言ってる表で、僕これ結構自信表なんで、ぜひちょっとどっかに転がってるの聞いていただきたいんですけど、でね、その中でも言っていることでもありますけど、そもそもスコット・ウォーさん、ご自身もスタントマンだし、お父さんのフレッド・ウォーさんという方も伝説的スタントマンという方なんですけども、劇映画の前はステップイントゥザリキッドという、これ僕大好きなサーフィンドキュメンタリー、2003年の、サーフィンドキュメンタリーステップイントゥザリキッド、あとダストトゥグローリーというこれ2005年のオフロードバイクレースのドキュメンタリー、あるいはそのマイク・マッコイさんと共同監督での、アメリカ海軍特殊戦終艇、部隊、ネイビー SWCC かなの、広報用短編を撮ったりとか、要はエクストリームスポーツとか、あるいはその軍などのむしろ本物をドキュメンタリックに捉える仕事で頭角を現してきた人だから、ネイビーシリーズにも起用されてるし、その後スコット・ウォーさん単独で劇映画監督をするようになってからも、例えばゲームが原作の2014年のレース映画ニード・フォー・スピードとか、非常にやっぱり70年代っぽい匂いがするようなこの、作劇であったりとか、あるいはスノーボード中に遭難っていうね話なんだけど、ジョッシュ・ハートネットさんが、もう雪山で全裸になるという体当たり演技をね見せているマイナス21度っていう2017年の映画とか、どれもやっぱりエクストリームな本物志向を押し出した、CG、つまりその CG した見せ方のむしろ逆を行く方向性を得意としている監督だったんですよ、スコット・ウォーさん本来は。ただ一方で、これネイビーシリーズ表の中でも言いましたけど、バトルフィールド3とかメタル・オブ・オナーといったビデオゲームのプロモ映像なども手掛けていたりして、なので CGコンピューターグラフィックス使いみたいなものにも一応通じてる、あるいはゲーム的なその見せ方の感性みたいなものもあるみたいなね。だからネイビーシリーズはまさに FPS 的な画面いっぱい出てくる映画でもありましたけども、というような感性だから、ジョン・ミリアス的なエクストリームスポーツ&ミリタリズムのミックスしたのの、それの現代版みたいな言い方を僕しましたけども、はい、それがスコット・ウォーさんなわけです。
という流れの中でですね、今回のエクスペンダーズ4の1個前、日本ではネットフリックスで配信公開されているジャッキー・チェンとジョン・シナ主演、これもともとはスタローンが主演、ジャッキー・チェンと共演する予定だったらしいですけど、プロジェクトエクストラクションという日本タイトル、ヒドゥン・ストライクというこの前作、2023年とねクレジットされているこの前作だけ急に要するに実質的にジャッキー・チェン主演の中国映画体制、ジャッキー体制で作ってる作品だからっていうことだと思うんだけど、それまでのスコット・オー作品、私が今名前を挙げてきたようなスコット・オーの手掛けてた作品とは全くここから急にタッチが変わるっていうか、これだけ違うんですよ。それこそテカテカした非常にデジタル的な CG や合成がすごく目立つ作りになってるんですね。なので別にそのデジタル的な CG や合成が目立つ作り自体が悪いということではないんだけども、でもとにかく、スコット・オーさんパンフレットのインタビューなどでもですね、そのプロジェクトエクストラクションの終了後準備をする、通常するような準備をする間もなくエクスペンダブルズ4の制作にそのまま合流して、もうすでに動いてるプロジェクトに途中から合流したっていうふうにおっしゃってるんですよ。でその時間のなさもあってか、プロジェクトエクストラクションで仕事をしたジャッキー・チェンのスタントチームをそのままこっちにも呼んできたりしてるわけなので、ゆえに特にアジア人キャストの格闘シーンは完全にその香港映画的なそのなんていうかスキルでありテイストでありっていう感じで、その部分は確かにそれとしては悪くないんですよね。ただそれがエクスペンダブルズらしいかっていうとみたいなのもあったりするんだけどと、はい、とにかくそういう体制で作られてる。なのでそんな困難な非常に限られた条件下ででもこの対策をね、スターがいっぱい出る対策を、期日に間に合わせてなんとか完成させるという部分の仕事はスコット・オーさん確かにこなしきったというふうに言えるのでしょうし、で出来上がったものが彼本来の作風と結構異なる、そのプロジェクトエクストラクションとこのエクスペンダーズ4だけは全然違うっていうこの結果もそれには理由があるんだろうなと、この制作体制推測されるわけです。そうじゃなきゃこんなに急に変わるわけないっていうか思うんですけどね。でじゃあこれ今まではその映像表現とかそういう、演出の話ですけど、例えばストーリーがですね、大脱出2の時にも私出した表現ですが、まさしく小学4年生が考えた、中学生じゃないですよ、小学4年生が考えた、僕が考えた国際的アクション、レベルだというのはですね、この手のジャンルにおけるある種の必要悪的なものだとしてもです、こんぐらいの話、核兵器ですわ、黒幕です、謎の黒幕オセロット、ネーミングもね小4っぽいっていうかね、オセロットって感じですけども、それは置いとくとしても、例えばミーガン・フォックスさんや、そのミーガン・フォックスというキャスティングそのものの妙っていうのはなるほどなっていうのがありますけど、ミーガン・フォックスさんやレビー・トランさんといった女性メンバーを新たに入れるみたいなところもですね、女性メンバー自体は前作3でロンダ・ラウジーさんいて、ロンダ・ラウジーすっごい活躍するじゃないですか、すげえ良かったんで、それ自体は別にそんなにフレッシュじゃないわけですから、もうちょっとこうエクスペンダブルズ的そのおっさんのホモソーシャル感を批評的に相対化した上でなお共闘すると、もうおっさんたちのそういうの全然面白くないし不愉快なんのよってちゃんとこう言って、でちゃんと言ってるんだけど、最終的にはあんたらはあんたらで使えるところもないわけじゃないわねと、でもなんかこう成り合ってこようとしたらピシャッとするような、なんかそういう距離感の、要するに2020年代現在に投入するならではの意味の持たせ方っていうのはあったんじゃないのかなとかね。結局別に元からメンバーにいたっておかしくないような人しかいないんだったら、なんかな、それはそれでいいけどさ、ダメってよりはなんかもうちょっとやりようないのかなと。アクションスター系キャストで言えば今回やはりね、先ほどメールに書いてる方も多かったですけど、やっぱりアジア系、例えばやっぱりね、ザ・レイド、私どもの番組だと2012年11月3日に取り上げてますインドネシアの大傑作アクション映画ザ・レイド、お金なんかかけなくたってアイデアですね、ガッツといえばアイデア、アイデアと見せ方のアイデア、全然しょぼくないよねザ・レイドね、予算じゃないんですね。ザ・レイドの、イコ・ウワイスが、今回は悪役珍しいと思いますけどね、イコ・ウワイスが悪役やってたりとか、そしてあとはね、これまだ僕が映画表とか本格的にやる前なんですけども、タイのマッハのね、もう大傑作です。マッハのトニー・ジャーが助っ人役というのを演じているあたりがいいあたりかな。特にトニー・ジャーと、ジェイソン・ステイサムとか、トニー・ジャーとレビー・トランとか、それコンビ技みたいなところですごくなんていうかな、バカっぽくもかっこいいっていうか、すごく見せ方してくれてね、はっきり言ってアサルトライフル持ってる集団でいる連中に刃物だけで立ち向かっていくってどういうあれなんだろうって思うけども、よしね、もう昔の俺が目を覚ましたらやばいぜなんて言ってたからね、やばいんでしょうきっとね。
で、それは嬉しいといえば嬉しいと、東南アジアの2大革命的アクションスター2人ですからね。ただこの2人2019年のトリプルスレッドという作品ですでに共演自体はしている。ちなみにトリプルスレッドはチョコレートファイターのジャージャーヤーニンさんが悪役チームでいて、であれですよ、それこそイコウワイスと一騎打ちとかするんだけど、これ悪役なんだけどさ、こっちはやっぱりジャージャーちゃんだと思ってるじゃない。そうやって見てるとその彼女の最後がってちょっとこれ血も涙も。ぜひ皆さん、トリプルスレッドを見ていただきたいんですけども、でなんだけどその中でも共演はしてんだけど、いいやつ同士なんで完全に対決構図ではなかったので、なるほど今回はイコイワイス VS トニージャー、なるほどここを一つ目玉に持ってきてんのかなっていう風に期待して見てると、ちょっとこれネタバレするんでちょっとこれ書いたけど伏せますね。とにかく別にそこはそんなやる気なかったんかい、こんな距離まで近づいているのにやらないんかいガクーみたいなのがあったりするわけです。もちろんね皆さんも書いてますけど、ジェイソン・ステイサムはその例えばスタントダブルとの噛み合わせ、要するに自分が演じてないところとアップの噛み合わせ含めてさすがにこなれてるっていうか、テキパキ動けてるし、そのスタントダブルとのコンビネーションバッチリで、ちゃんとアクション映画の主人公だなっていうね、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、ただそこが別にちゃんと描けてば描けてるほどそれだけならエクスペンダブルズじゃなくても嫌ってほど見られる、もういいよってぐらいあるからさ、それみたいなさとこもあるわけですよね。あとねちょっと細かい話するとね、編集が割りすぎなんです。全体にやっぱりそのスタントと絡めるためっていうのがちょっと分かりすぎちゃうぐらい編集で割りすぎてて、それがあんまりうまくいってないと思う。例えばですね、これ映画全体の中ではかなりいい部分なんですけど、イコウイワイス VS、ジェイソン・ステイムさんも最後の戦い、最後というか2人の一騎打ちの戦いのところで船の中でねちょっとこう橋状になったところの上でこうって2人がこう戦い合うところで、イコウワイスは、先ほどから捨てたトンファー2本使いで、こっちはナイフ2本使いジェイソン・ステイサムっていうところで、ここは見応えある方なんですけども、シャ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 ってこうやり取りしたところで、イコウワイスが両足でドロップキックみたいなのドーンってすると、でそのドロップキックみたいな勢いで、ジェイソン・ステイサムが後ろにこう後ずさ後ろに下がるので、こう金網のカカカカカーンとこう音がするみたいな、これかっこいい描写なんですよ。ところがですね、ここでイコウワイスがドロップキックした後のその床に落ちる絵をなんかすごい高いこう俯瞰の絵で編集でワンカット入れちゃってるために、見てるとイコウワイスが蹴った後に1回下にもう1個下に落ちたように見えちゃう。でもう1回戦ってさあまだ同じとこにいたんだみたいな、編集下手かみたいななんかそういうのもすいませんね、細かいところでね私すごくそこ違和感あったんだとかあったりして、他のキャストで言いますとね、ドルフ・ラングレンはもう1以降はすっかりいじられ専門キャラみたいな、これはいいとして、50セントですよね、もう大脱出のハッシュ役でおなじみ、3日徹夜してるぜでおなじみのね名台詞、俺は3日徹夜してるぜでおなじみ、あとこれが連絡先でおなじみ50セントなんですかね。いやラッパーとしてはすごい好きですけど、あいつの出てきた時の何とも知れんこう映画としての締まりのなさというか、なんか脱力感というか、なんかこう映画が良くなる予感がないんだけどっていう弛緩した空気はあれは50セントしか出せないものですね。スタローンお好みなんでねいいと思います。なんかファミリー感みたいなのあるのかもしれないけどね。なんならランディ・クートーが一番役者っぽいですね今回ね、見えるぐらいでねございます。という感じでとにかくですね、祭りとしての盛り上がりには大いに欠ける4なのでございますということですね。あえて言えば、スタローンとジェイソン・ステイサム、この2人のですねバーニー・ロスとクリスマスの本当に仲良さそう感、ここはエクスペンダブルズの中でも最もコアな部分ですね。この2人がやっぱ仲いいっていうのがコアになる。これはその意味では健在は健在なんです。ただですね、これも僕はやっぱシルベスター・スタローンという俳優に思い入れがありすぎるからなのか、俺が見たいスライってこのバランスじゃねえんだけどなもあるんです。これどういうことかというと、大脱出2あたりから浮上しだしたスライが演じるキャラクターの好きなやつにはとことん甘いが、そうじゃないやつにはなんならものすごく嫌なやつキャラ、今回も実はかなりの濃度で染み出しておりましてですね、見終わって誰もが思うであろうことは、こいつらひどくないそしてあの人かわいそすぎないっていう、これメールに書いてる方も結構いましたね。これがだからあれですよね、薄汚いジョークで終わるってやつですけども、そのとことんひどい目に遭わされるとあるキャラクターいるんだけど、例えばこいつね
とんでもない差別主義者だとか、あとはその弱い者に暴力を振るってるとか搾取をしているとか、とにかくもうちょっとはっきり同情の余地なし感を足すことはいくらでもできたはずですよね。ブルース・ブラザーズのネオナチとかはネオナチであるだけであの有名になってるわけだから、全然そういうの足せばいいのに、いや全然悪くないんですけどこの人みたいになっちゃって、ホモソーシャルなそのキャッキャウ夫婦、2010年の1作目の時点ですでに時代遅れなものではあったんだけど、それをあえてやってからすでに13年余り経ってて、もはやそのあえてという批評性すら忘れてしまったようなこの脇の甘さ、ネジの緩さ、まあいろいろ理由はあるっていう風に言ってきましたけど、でもこれがこの今回のクオリティの全ての元ではあるのかなという気がします。気の緩みあと打ち上げシーンが本シリーズの肝っていうのは私もね繰り返し言ってきてるところですけども、で作り手も重々分かってはいるからちゃんと打ち上げシーンきっちり撮るんだけども、あそこにトニー・ジャーが一切絡まないのなんかね、今はどうしてるとかそういういないまでもさ、おかしくお前ら今回一番世話になってるよなみたいな、これトニー・ジャーいなかったらどうにもなってないよお前みたいなさ。っていうかそもそも今回エクスペンダブルチームの作戦全部、今回の映画で描かれるエクスペンダブルチームの作戦全部後から振り返るとなんか意味あった、なんだかさ、失敗しては尻拭いで、しかもそれも全部こうなんか誰かの計画の一部でしたみたいな、じゃあ最初から何もしないのと同じだったのではみたいな、感じがしますけどもね。特にすごいのがですね、ミーガン・フォックス演じるジーナ率いる新生エクスペンダブルチームがですね、敵のいる大型船にこうファーっとね、多分パラシュートのところは多分ありもの映像とかとうまく混ぜてるんだと思うんですけども、スコット・ウォーが降り込むと、でこうやって銃を構えてね、船にこうやって降り立ってこうやって行くわけです。おかしい、人がいない、おかしい、人がいない、よし次の部屋やるぞ、バン、人がいない、おかしいと思ったらいた、はいこうさんっていう、無能作戦全部がいないいた失敗ってで、気がついたらですね、部屋に閉じ込められてるんですけど、閉じ込められる先が、牢屋的なところが多分適当なところはなかったんでしょうね。普通にボイラー室的ななんか空間に特に拘束もされず、いやー困ったなみたいな感じでこうみんなこういるっていうね、このゆるさ、皆さんね大脱出2、3をご覧の方はおなじみの感じ、ゆるいな拘束なみたいな、巣鴨学園の方がもっと厳しかったけどな感じなみたいな、はい、そこから脱出するにはおしっこだっていうね。これパンフで鈴木作 J トラさんおっしゃってる通り、石井照夫映画です。もはやね、石井照夫イズム、そこまでいけばもう楽しい領域なんですけどね、はい。あとはもちろんメガホースかと思わず言いたくなるマシンガン付きバイクね。これマスコさんがこれパンフのマスコ直澄さんがやってますけども、撃つのにそっちの方を向けなきゃいけないんだから不便っていうねとかね。あとめちゃくちゃ小回りよくグリーンとこう反転したかと思えば、大変都合のいいスピードで沈んでくれる大型船、そして例によってなめになめ腐った核爆発描写、全てがご愛嬌というにはちょっと愛嬌にかける先から言ってる半端に今っぽいテカテカしたチープさに満ちていてですね、可愛くないんなんかね。個人的にはシルベスター・スタローンという映画人の一番いいところは70年代の残りがを感じさせるところだと思ってます。つまり80年代スターだっつって80年代を基準に考えるからスタローンのキャリアって変なことになっちゃうんじゃないか。とことん80年代スターなシュワルツェネッガーと違うのは、70年代的な負けるものの空気をまとえるとここがスタローンの強みなんです。一番いいスタローンは70年代的な負けるものの空気をまとった時なんです。なのでエクスペンダブル1作目言っちゃえば戦争の犬たち足す特攻大作戦のエクスペンダブル特に1作目はギリ成立していた。だから僕はスタローンには個人的にはぜひ70年代的な感覚に回帰してくださいよっていう思わざるを得ないと。本作に関してはですね、その第2版が頑張って撮った実景とか本当のアクションね、第2版がそういうのは撮ってきてるわけですと、安い CG やスターたちの寄りの合成、それがほとんど絶え間なく組み合わされているので、全カット何らかの違和感がある、全カットに何らかの違和感があるんで、そこを注視して楽しむ。だから第2版頑張った、ここははい合成、はい第2版頑張ったみたいな、そこをこうやって判定してみていくのがおすすめかもしれませんね。これいろいろ言ってますけども、大脱出2、3もなんだかんだ言って繰り返し話題に出して、我々ももう今やね、もうおまんじゅうビリビリは名シーンになってますんで、これ大脱出2ですけど、なので本作もそうなるかもしれませんということですからね。はい、パンフを買いに行くという目的、パンフとセットで見るとさらに楽しい祭りになることは間違いないのでね、ぜひぜひ劇場エクスペンダーズ4、ぜひぜひ劇場で孫うことなき打作ですが覚悟して
落ちてください。さあ来週木曜日ガチャ、扱う作品候補作品、7作品を発表していきたいと思います。まず最初の候補はこちら、アクアマン失われた王国。はい、アクアマン2作目です。続いてはこちら、カラオケ行こう。はい、山下信弘監督で和山さん漫画を映画化です。3つ目はこちら、ビヨンドユートピア脱北。これドキュメンタリーで宇垣美里さん大絶賛しておりました。4つ目、ミツバチと私、鈴木みのりさんがご紹介してくれたスペイン映画です。引き続き出ました。5つ目、笑いの怪物。はい、伝説のハガキ職人ね、ラジオに関する話でもありますので引き続き入れさせていただきます。そして6つ目、映画丸月丸日区長になる女。こちらもドキュメンタリーでございますが今年公開もの注目ということで入れさせていただきました。そしてリスナー枠メールです。ラジオネームオリジナルおじさんです。歌丸さんに評論していただきたい映画はインド映画のただ空高く前です。インド初の格安航空会社を立ち上げた男たちの実話を映画化した作品です。差別や妨害工作などさまざまな障害に負けず、自分たちの夢を追う姿に思わず胸が熱くなり、気がつけば目から塩水が溢れ出していました。派手さことありませんが見てよかった良作でした。おすすめですということで、はい、こうやってご紹介いただかないとなかなか見逃しちゃいそうなやつですからね。ということで以上7作品です。ガチャタイム。はい、1万円払って余計にガチャ回し、ウクライナ人道支援、そして、パレスチナ、人道支援、そして能登半島の皆さんへの、義援金支援のために、計3万円、乗っけて一部毎回余計回しをさせていただきます。一発目当たる方は申し訳ございません。一発目はコンコロイン2が来た。2は、カラオケ1個。申し訳ございません。面白そうだけどね、これね、間違いなくね。さあカラオケ1個が、回りましたが、もう一回回りまして、もう一回回しましていってみましょう。コンコロイン4。ミツバチと私来ましたね。はい、はい、せっかく当たったんで行ってみましょうかね。はい、レッツゴーということで、ミツバチと私見たよと水菜さんからのすごい全然違うね、今週とね、エクスペンダーズとね、見たという方がお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸@tbs.co.jp までお願いいたします。ということで以上 MV ウォッチメンのコーナーでした。